皆さんこんにちは、木村直樹です。今日はライフハックっていうことで、最近もうそのコロナの一件があってから都会に住むのちょっと嫌だなっていう、田舎の方の古民家リノベしたいなっていう、気分がひしひしと出てまして、でちょっと DIY なんかをゴールデンウィークにやってたんですけど、アイロンペイントですね、こう2種類買いまして、黒とブロンズ、これでね結構塗ったんですよ。マイクスタンドとか、あとキッチンの棒とか。それで、ちょっとレビューを兼ねてですね、これどんな感じであれかっていうのを、iPhone の充電器とかもこう塗ったんですよ。わかるかな？結構ね、いい感じなんですよね。こんな感じの、コードも塗ってみたんですけどね。結構、重ね塗りとかあんましないで適当にやってるんですけど、このジャックまで塗ったんですけどね。結構いい感じじゃないでしょうか。どうでしょうか。で、やっぱり、全体的な傾向としては、厚塗りした方が、光沢が出るなっていうのと、ちょっとなんていうんですか、こういうとこガタガタになってるんですけど、これはこれでいいかな。だいぶね、これでね、インテリアの中に入れた時に、ちょっとアンティークな雰囲気になって、やっぱりね、いきなりプラスチックとか電子的なガジェットが、アンティークの中に存在していると、やっぱり統一性の観点から言うとあんま美しくないんですよ。で、やっぱり最終的にもう最初はちょっと僕の部屋は白を基調としたもので組んでたんですけど、だんだん変わってきて、やっぱりアンティークな感じ。で、多少なんていうんですかね、古くなっても味わいが出てくるっていうか、そういうものの方がいいなって思って。で、そういう感じ。全部もうそれに統一していこうと思ってます。だから、まだこれ、もりもりあるんで、今日は、このキッチンの収納に使ってるこのタオル掛けと、あと上に収納のやつを塗っていこうかなと思って。で、黒はちょっと使いにくいんですよね。まだちょっと何に使うか。で、こっちのゴールドアイアンペイントのこのアンティークゴールドってやつで塗っていこうかなと思います。で、ちょっと塗っていきます。はい。で、結構ここ、汚れてたりするんですけど、そんなね、気にしないでね、塗っちゃってね、結構いいんだなっていう。このね、ざっくり使えるっていうところがこのアイロンペイントの良さですね。で、最初塗る前かき混ぜてくださいって書いてあるんですけど、だからちょっとかき混ぜます。ただ、上澄みだけをこうやってかき混ぜれば、大体大丈夫だなっていうのが使ってみて所感です。それで、この棒は、こっちは伸縮させるんで、こっちは塗らないようにします。で、棒状のやつはこうやって塗るといいっす。上下で塗るといいっす。べったりつけて、もう、最初からべったりつけて、で、狭いとこはこうやって、でスポンジとかを使ってこうやってペタペタやるって書いてあるんですけど、スポンジを使えばいいと思うんですけど、ちゃんとやる人は。僕はちょっともう、スポンジ買うのを買ってないんで、これでやります。これはね、ハケはね、乾いたままやった方がいいですね。ちょっと薄くなってしまいますね。今さっきこれ濡らしてやってたんですけど、薄くなってしまいます。縦に塗るといいです。棒に対して。そうするとなんていうんですか、線が、こうすると、なんていうんですかね、塗ったなって感じになるんですよ。で、結構塗り切れてないところが奥でいるんですけど、こうやって塗ると結構一発で、線の方向もいいし、って感じですかね。で、やっぱりべっちょりつけるのがいいです。結構乾くの、これ全般的に早いんですよ。結構乾くの早いんですよ。スプレーとかと比べると、だいぶ早いなって思ってて。だから、べっちょりつけるのがいいですね。はい、こんな感じで一応塗って、あと裏側も塗らなきゃいけないんですけど、ちょっとしばらくこうやって乾かします。例えばこのマイクスタンドも、これはアイロンペイントのアンティークゴールドでやりました。で、ちょっとアクリルで少し、なんていうんですかね。別の色を混ぜてます。ちょっとサビみたいな色を。こことかわかる？アクリルでちょっとサビみたいな色を混ぜてます。こんな感じ。ちょっとマイクスタンドはちょっと失敗したかな。あんま良くないなっていうのが個人的な印象ではあるんですけど、この色じゃなかったなみたいな。で、ちなみにこのベッドもゴールデンウィーク中に塗ったんですけど、これはこれもアクリル絵の具ですね。で、アクリル絵の具結構いいなっていう。ちょっと話変わるんですけど、アクリル絵の具結構いいなって思います。でしかもゴールド。アクリル絵の具の光沢入ってる塗料の、普通に絵描く時のやつなんで、そのブルーとゴールドを混ぜてちょっと
適当に塗りました。部分的にだけど、でもだいぶ雰囲気もポップになるなっていう印象です。今度こっちはこういう S 字フックっすね。これ100均で10個入りとかのやつです。もともとこうプラスチックで、ただプラスチックでそのまま使って白だからまあいいかと思ってたんですけど、やっぱりなんかこう安っぽいなっていうので、アイアンペイント、これもプラスチックですね。アイアンペイント塗るとなんか少しだ、もう全然微妙な差なんですけど、なんかいいなっていう風になって思いました。塗ってみてね。キッチンのところの棒もこれはアイアンペイントで、こっちはちょっと塗ってないんですけど、伸縮できなくなっちゃうと思って、ただやっぱり全体的にこれは閉じて、もともと白だったんですけどプラスチックの感じで、まあこれは金属だったんですけど、これも塗りました。でこれも塗ったんですけど、これはもともとプラスチックで、まあそのゴールドって言ってもそのアンティークゴールドなんで金系や金ではないんですよ。だから最初ちょっともう少し赤っぽい方がいいかなって思ったんですけど、でもこのプラスチックより、まあ衛生用品とか入れてるんですけど、まあプラスチックよりもやっぱりいいなっていうのが印象かな。はい、こんな感じでできました。まあ裏面も塗って、でちょっとまあこう塗りが適当なところもあるんですけど、まあ、そんな目立たない形でいいかなと思うんですよ。結構ね、これ今もう窓から換気いいところで、まあちょっとあったかいところで乾燥してるところだと30分ぐらいで乾くなっていう印象です。はい、はい、いかがだったでしょうか。っていうかまあこの多分知識とか技術とか全くいらずにすぐできる、塗ればいいみたいなやつなんで、まあ、塗るのめんどくさいっていう人はちょっとあれかもしれないですけど、このアイロンペイントは非常にいいです。アンティークゴールドね。ただ思ったよりもゴールドっていうよりもなんていう古い感じですね。で光沢はまあ見ての通りのような感じで、光沢はまああるけど、なんていうんですかね、ゴージャスな感じは出ないです。なんていう、こういう色です。ゴージャスな感じは出ないです。ただ塗ってベチャってめっちゃつけて厚塗りすると大体1回でまあそういう感じの質感になって、もっとたくさん塗ればね、もっと本当っぽくなる感じで、水とかで薄めないで取った方が良い。ちょっとね薄くちゃんと厚塗りしないとこういう感じでなんつ元の素材がまあ見えちゃうんですけど、まあ、僕の場合はこう設置箇所が多分目立たないところなんで、そんなにちゃんと塗らなくてもいいかなって感じで、これの内容量なんですけど、結構いろんなの今まで塗ったんですけど、なんて言えば多分ね、これで言ったらね15個ぐらい塗れる。多分15個10個ぐらいは絶対塗れるぐらいの容量です。もりもり塗って、だから結構容量あるから、そのケチるとちょっとこう節約じゃないけど薄く塗りたくなっちゃうんですけど、そこはねバシッと塗って使いまくった方がいいです。これで500円なんで、はい、っていうような感じで、まあこのアンティークゴールドのレビューでした。レビューっていうか、まあやってみましたって感じで、まあ、もしよかったなと思ったらチャンネル登録、ご質問要望などありましたらコメント欄とかで、リアクションもらえるとすごい嬉しいです。グッドボタンも押してもらえるとめっちゃ励みになります。はい。でこれからもですね、まあ、基本はカメラとか撮影の仕方とか機材のレビューとかをやってるんですけど、たまにこうライフハックとかで、最近もうコロナの一件もあって、こうなんていうんですかね、地方移住じゃないですけど、そういう DIY とか地方移住とかそういうのが来るなと思ってて、で僕もなんか気分的に今すごい古民家をセルフリノベしたい気分なんですよ。なんかでスタジオとかももう田舎で作っちゃった方がセットとかも絶対自由で効くし、スタジオとしても絶対機能すると思うんで、なんか移住したいなってひたすら思ってる感じで、はい、最近この DIY ブームが来てるんで、しばらくこういう投稿をやるかもしれないです。はい、それではまたよろしくお願いします。失礼します。説明してみた感じはこんな感じです。でここにこのさっきのやつと絡めて、でまあここにトイレットペーパーとか置いてるんですけどね、いつもはちょっとの違いなんですけど、やっぱここ目立ちますね、塗ってないところ。やっぱりまた塗った方がいいですね。ちょっとの違いなんですけど、このプラスチックのその、まあ、安っちいなんていうか生活感ある感じがこれ塗るだけでだいぶ違うと思うんで、ぜひ試してみてくださいっていう感じですかね。